さあ着いた。今日からここが君の住まいだよ、恭一郎君。え？ですがここおじさんの家じゃありませんよね。ここは私と家内が新婚時代を過ごした家だよ。は？あ、ええ。ここ何年か空き家になっていたんだが、君のために掃除して家具も整えさせておいた。ここなら通学にも便利だと思うよ。電気も水も通してある。風呂の用意をさせておいたから、まずは汗を流しておいで。ですからおじさん？明日の朝だけ使用人に食事を運ばせるが、その後は恭一郎君の好きにしてくれて構わない。困ったことがあったら表通りの我が家に訪ねておいで。いけませんおじさん。学生の身分でこんな贅沢をしては両親に叱られます。学生だからこそ勉学に打ち込める環境が必要なんじゃないか。それにこのことは妹の妙子も承知だよ。え、母上、いえ、母が？うん。初めはここに住み込みの女中を置くつもりだったんだが、電話をかけてきた妙子に何事かと怒られてね。はあ。女性と一つ屋根の下がいけないのかと思ったら、身の回りの所持を他人任せなど情けないと言った。まったくあいつらしいよ。そういうわけだから荷物を置いておいで。今夜は表通りの我が家でささやかなディナーと行こうじゃないか。はあ。少し飲みすぎてしまったかな。洋間だから髪も霜もないけれど、ここがいいな。
怯えるのはよそう。このままでいいはずがない。わずか13歳にあらせられる天使様でさえ、時局を憂いていらっしゃるというのに、